皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴くださり、ありがとうございます。今回は、変わり飛車紋亀甲の差し子付近を制作していきます。よろしくお願いいたします。今回の動画から、もうね、すでにここにね、模様が見えると思うんですけれども、こちらの変わり飛車紋亀甲を、最後はね、さらしに差し子をした状態のところまで行こうと思っていますので、その過程を動画にしていく今回1回目になってます。で、今回はもう模様の話ですね。そこで終わりますので、今日は差し込まではいきません。はい、そのつもりでどうぞお願いいたします。あとは、そうですね、もうこの模様のだけじゃなくて、もう本当私の動画全体的に言えるんですけれども、何かやり方とか書き方とかお伝えする動画ではないので、私がただただこの模様の付近を作りたいって思ってどうやったらできんのかなって思って、それを、まあ、こういうね、本とかを参考にさせていただいて、で、紙で練習して、で、それをなんとかこう、付近まで起こすっていう、その過程の試行錯誤しているのを、ただただ動画にしているので、全然わかりやすくないですし、やり方をお伝えできるわけでも全然ないので、はい、もうそういう動画だと思っていただけるとありがたいです。なので、その点だけね、先にね、お伝えさせていただきます。では、まずはですね、えー、なぜ今回この変わり飛車紋亀甲を選んだのかっていうところからお話しします。それはこれです。はい、これは何かというと、ボールペンです。3色ボールペンがね、この中に入っていて、まあ、これパッケージなんですけど、ユニボール1っていうボールペンがありまして、文房具屋さんに行くと大体このユニボール1はどこでもあるんじゃないかなと思います。それくらいこうラインナップがね、すごいんですよ。で、そのユニボール1って定期的に限定色を出しています。で、こういう風にね、パッケージに入って3本セットだったり、まあ、もうちょっと大きい本数で出してる場合もありますけれども、私これをね、まあ、限定で見たときに、あれ、この模様差し子できんじゃないって思ったんですよ。で、それを思っていて、いつかね、この模様で1枚で差し子付近を作りたい。で、まあこれを見た時に思ったわけですよ。で、それをいつにしようかなと思っていて、まあたまたま今このタイミングでやろうかなと思いましたので、挑戦してみようかなと思っています。はい。あ、で、これね、いつこれ発売されたのかってさっき調べたら、2023年の6月でした。その時から思ってたみたいですね。だからパッケージを取ってたんですよ。うん、ということで、まあ、いずれね、この付近とこれをね、並べて、できましたって言いたい。ただそれだけです。私。そのために、制作しようと思っています。それが、今回この模様を選んだ理由になります。で、この模様を制作するにあたって、まあ私が持っている本の中で何が参考文献になるかなと思った時に2冊ありました。それが、まず、差し子の文様と小物。こちらですね。こちらのもうすでにね、表紙のところに書いてあります。これです。今回。はい。なので、書いてみたいなと思う方がいらっしゃいましたら、どうぞ本を参考にしてください。はい。で、こちらと、こちらですね。チクチク楽しむ。差し子の可愛い花吹きっていうので、私、持っていて、中身見たときに、こちらにも同じ変わり飛車紋機構載ってましたので、どちらか、参考にしていただければと思います。ちなみにこれ、私何年か前に購入しているので、今このタイトルで本を探すときに、表紙が、違ってます。新装版で今、販売されてますので、その点だけどうぞご注意ください。まあ、なんとなく雰囲気はね、同じなんですけれども、この写真がね、違ってますので、そこだけ気をつけてください。はい。で、あとはですね、まあ、今回、この1枚で差し切るのが初めてなんですが、前に、寄せ模様で私作ってるんですよ。この模様を。で、
それがですね、これですね。この模様、これで、斜めの1、2、3、3つの模様を集めてこう1枚にして、私寄せ模様の付近を作っている時期があったんですよ。斜めの3分割だったり、あとは、横2本、縦2本、線を入れて、9分割になるんですよね。これ9分割でいろんな模様をこう入れて、みたいな。それも私、その寄せ模様を紹介した動画も何年か前に投稿してますね。探し出せたら概要欄にリンクを貼っておきます。はい。もしかしてその時にもご紹介したかもしれません。で、それを作ってる時に、ここですね、ここ。ここの模様として差し越したことはあるんですよ。なので全然初めてではないんですけれども、ただこれを1枚ではね、やったことがなかったので、なんとかこれをね、引き伸ばすなりなんなりしてですね、バランスをちょっと考えて、これからお話しますけど、紙に書くまで今日やりました。で、こちらはちなみに、結び重ね亀甲、鞘型、変わり飛車紋亀甲の3つの模様になってます。これ、写方眼を印刷してですね、ここ見ていただき、どこで見てもらったらいいかな。ちょっと線が見えるかちょっとわかんないんですけれども、光ったりね、ちょっと薄いから、これ A4、いやこれ、とにかくコピー用紙に印刷したんですね。写方眼を。それをもとに、この生斜め3分割ですね。の模様をこう当てはめていきまして、で、それで一つの模様にしてる。それをただただ工作用紙に貼り付けてるっていう感じです。これはね。はい。そうそう、肝心のこれを差し越するとどうなるのって話をしないといけないですね。はい。これが付近にするとこうなりますね。これ何枚か刺していて、結果私ここに、これ隙間をちょっとね、開けてるんですけど、ここの紙に起こしてる段階では。そうやってもう作ったんですけど、作ってるうちにもうピタッともうギリギリまでこう寄せちゃってもいいんじゃないかなと思って、こういう風に作りました。で、今回はここですね。これが、前面になるという感じになってます。なので過去にやったことあるんですが、でもこれを差し越したのも2年以上前だと思います。もうとにかくここ1年ではそうそう、YouTube をやり始めてからやってないんだから、2年以上前のことなので、もうね、すっかり忘れてます。私も。はい。なので、やってますけれども、ちょっと一からみたいな気持ちで、今回こう、1枚のね、付近に制作していこうと思ってます。はい。以上がこれがね、過去に差し越したことはありますっていうことのご紹介でした。で、ここからが、紙に書いたんですっていう、これが結果の話です。ここが結論の話です。で、これ、こことここ、ね、2つあって、同じに見えて何が違うのっていう話なんですけど、よく見ると、こっちは、これね、上は、写方眼から変わり飛車紋亀甲を書いてます。そして一方、こっちは、方眼から書いてます。なので、こっちはね、コピー用紙を貼り付けてるので、ちょっと白っぽく見えると思います。ここでね、貼ってるんですよ。両面テープで貼ってます。で、こっちは、工作用紙の方眼そのままから、そのままで書いてるので、もう色がそのまま工作用紙になってます。はい。いや、なんで2つ書いたのって話になるんですけど、とにかく、これ付近に起こすまでに練習したかったんですよ。で、私、この変わり飛車紋亀甲に限らず、初めての模様は、とにかく紙に書いて練習する。で、何センチってこう、ガイドライン線なり、点を打っていって、とにかくそれを結んでいって、こう、ちま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 書くっていうのを毎回やってるんですよ。で、それを書くことでよって、なんとなく、この模様とね、自分の距離を近づけたいというか、模様を理解したいっていう気持ちがあって、あえて書いてます。
やり方、こういうやり方が、あの、簡単だったりなんだったり、それはあると思うので、それはどういう選択をするかは、皆さんそれぞれでいいと思います。私の場合はとにかく、もうちまちま書く。そこからやって、なんとなく、あ、こことここがこう繋がってるのねとか、あとここが何センチ間隔で、こう線がいってるんだねとか、とにかくなんとなくこう書いていって、それをこう理解して、ちょっとこう、この模様と自分の距離を近づけたいっていう気持ちがあるので、ここまで書くんですよ。で、それが今回、たまたま、あの、最初からそういう風にやろうと思ってたわけじゃないんですけど、なんか流れとして、あれこれ方眼からもいけんのとか、じゃあ、斜方眼の方がやりやすいです。引くのはやりやすいです。やりやすいんですけど、さっき見ていただいた寄せ模様の模様を描くにあたって、紙が出てきたんですよ。その、なんとなくこう、過去の私がですよ。2年以上前の私が、なんとなく、この変わり飛車門亀甲を頑張ろうと思ってたこれ痕跡ね。これ最近の話じゃなくて2年以上前の、なんかやろうとしてきた痕跡。ちょっと日付とかね、書いとけばいいです。よかったんですけど、というかこれがね、出てきたんですよ。で、その時に、これ、方眼なんですよ。方眼用紙に書いてて、方眼からなんか私やろうとしてたんだなって、こう痕跡がこう見えてきて、で、途中で終わってるんですけど、で、それをもとに、結果これですね。これ過去の私がね、なんでこれ、何を見て書いたのかもちょっとわかんないです。過去の私はわからない。ですけど、ここにね、4センチとか、ここ3.5センチとか、なんかね、書いてるんですよ。ここ、後でここ0.8、これミリじゃないね、0.8センチってことですね。うん。だからこういうね、のを書いてるから、じゃあこれ元にちょっとやってみるかって思って、それで結果、一旦これを元にこの紙に起こしたんです。これね。流れとしては。流れとしては、なんかすごい過去に私頑張ってたみたいだから、方眼から。で、さっきのその4センチとか3.5っていうのは、ここにもちょっと書いたんですけど、メモ的に書いたんですけど、こういうので書いた。で、これが実物大です。さっきはね、途中で終わってたんですけど、それを、ちょっとね、だんだんペンが薄くなってきたので、この辺濃くて、あと薄いんですけど、これで実物大作るとしたら、晒しでね、作るとしたらっていうところまで書いたんですよね。向きちょっと合わせますか？向きじゃあこういう向きにしますかね。どっちが正しいのか私ちょっとよくわかってないんですけど。はい。この向きでちょっと統一してみていただきますと、こういう風にね、起こしてみて、で、それを、実際ここからね、工作用紙にって言って結果こう書いたんですよ。はい。で、じゃあ斜方眼と方眼どっちがどうなのっていうことを、結論から言うと、書きやすいのはこっちです。斜方眼。明らかに。なんでかっていうと、方眼だと、この実線プラス、よーく見ていただきますと、こうね、シャープペンでね、線が薄く引いてると思うんですよ。まっすぐもそうだし、薄くもそうだし、このガイドライン線がないと、斜め線とか縦線とかも、この方眼線の通りじゃないんですよね。この縦の線の、真ん中のね、この、変わり飛車門亀甲のこの軸になる真ん中は、方眼線通りいけるんですよ。3.5センチ間隔だから。でも、この両脇のこの縦ね、ここはね、方眼通りじゃないんですよ。もちろん、どういうバランスによるかっていうところで変わってくるので、あくまで私がこの感覚で起こした場合です。はい。模様をね、描いてみた場合の話なんですけど。だから、シャープペンでこう縦のね、ガイドライン線も引かないといけないんですよ。で、それを、縦はこの方眼に合わせたとしても、斜めはやっぱガイドライン線必要になるので、そうなると、斜方眼から描くよりも一手間必要になります。その点、斜方眼になると、そういう、シャープペンとかでのガイドライン線じゃなくても、このままですね。
このまま斜方眼の線のまま、縦もそうだし、横もそうだし、できるので、もちろんこれ斜方眼の線の幅をどれくらいに合わせるかによってですけど、それをちょっと合わせたことで、確か1センチだと思うんですけど、1センチの斜方眼で、えー印刷したものに書いてるので、こっちだと、方眼の時のようにガイドライン線はいらないんですよね。あえて書かなくて、もうこの斜方眼を元に差し子する部分の線を直接引いたっていう感じですね。これ多分シャープペンで一回書いて後から、油性ペンで引いたと思うんですけど、はい。書くのはね、こっちの方が楽。だけど、斜方、なんて言うんですかね。方眼だったら別に印刷とか必要ないからっていうそこの違いはありますかね。方眼用紙の方がバリエーションあるので準備しやすいんですよ。で、工作用紙だって方眼だから、そのまま書けるじゃないですか。で、これを斜方眼となると、一回、これ、斜方眼でないから、工作用紙は。あの、コピー用紙に印刷して、それを貼る。で、なおかつ、これ、A44 枚を貼り付けてるんですよ。ちょっと見えにくいと思うんですけど、ここつなぎ目あるんですよね。1、2、3、4。4枚印刷して、それを方眼を崩さないようにつなぎ合わせて、そしてこの1枚にするっていう、その一手間がどうしてもかかってしまう。っていうことで、だから、書く上ではこっちは、さっき言ったように、楽といえば楽。すいません、ガサガサ、さっきからガサガサ。すいません。ちょっと猫が近くで、なんか動いているのでガサガサ言ってますが、はい。話戻りますが、書く上では斜方眼の方が線は引きやすいけれども、この斜方眼を準備する、このつなぎ合わせるっていう一工程がこっちは必要になるっていうことですね。その点、方眼に書くと、もうこれに直接書けるから、そういう手間はない。でも書く手間はある。どっちを取りますかっていう感じでしょうか。で、あと方眼と斜方眼の違いだからこそあるので、縦はね、32センチで同じなんですけど、横幅がね、何ミリかだけ違いますね。切りがいいのはね、こっちの斜方眼の方が切りが良かったですね。もちろんこのバランスの配置の場合です。はい。ここの幅がね、違ってくるともちろん違ってくるので、これもなかなかね、悩みどころなんですよ。私できるだけ縦と横が同じような感じで終わるようになったらいいなと思って配置していて、で、なおかつ、書くだけじゃなくて、この差し子する上で端っこが、ごめんなさい。端っこって言っちゃうな。はい。ごめんなさい。ちょっと変えられないです、やっぱり。はい。で、書く上でじゃなくて差し子する上で、どういう風な、ここがね、終わりがいいかっていうところもね、同時に考えなきゃいけないっていうのがあって、どのあたりがいいかなとか、なんかこうやってね、見てた時に私はちょっとここって選んだんですよ。それで、なんとなくこう同じような感じで終わるようにしてるんですよね。そこを考えるのがね、ちょっと難しいんですよね。で、それは過去にさっき私が3分割でやっていたりとか、多分あと本もね、参考にして、そのあたりで、どのあたりがいいかなってことをね、考えての、こういう結果です。で、何センチかける何センチですよね。31。これ斜方眼の場合。31ですね。で、縦はね、どっちも32なんですよ。こっちの方眼線だと、これがね、ちょっとコンマいくつか違うんですよ。31.3 とかになるんですよね。そう。ここを、どう考えるかっていうところで、結局私はね、多分、霧のいいから、こっちでやろうかなと思ってます。結論。練習の意味では、両方書いたんですけど、今度ね、晒しに書くっていう工程が入ってきますので、その時は、こっちの斜方眼にしようかなと思います。
で、今回は、この模様を、ね、ここまで描くまでの、どこまでというか、そうですね。今回はここまでになるかなと思います。で、次回に、ここから晒しに書くまでの流れを話そうかなと思ってます。で、すいません。前後しちゃって申し訳ないんですけれども、ちなみにこれは、どういう流れで書いたかって、ざっくりで言っていくと、とにかく縦を決めていくっていうのが先だと思います。これ斜方眼も方眼もどっちも流れは同じだったんですけど、縦のこの、しかもこの軸となる一番真ん中の縦ですね。この外枠から外枠、両方の外枠から外枠をこう結べるんですよね。空間、隙間がなくこう結べるので、とにかくこの縦を決めていく。これがね、中心になるんですけど、ここの中心がここで、で、そこから、これ斜方眼1センチの斜方眼だと思うんですけど、ここからマス4つ分ですね。4つ分、1、2、3、4、4つ分で線を引いていく。で、その間隔で線を引いて、外側だけがマス2つ分になってるんですよね。で、これが対照的に同じようになっていて、で、その後に、今度は、斜めの軸ですね。真ん中の斜めの、ビーッと線を引ける軸。ここに行くんですよ。で、これを引くために、点を打っていくんですよね。これに4つ、4マスごとですね。ここ、全部ね、4マス4マスなんですよ。で、4マスごとに点を打っていって、で、それを点を結ぶように、この斜めを線を引いていく。で、そうすることによって、縦、斜め。で、向きの違う斜め。っていうのがもう引き終わるんですよね。で、多分途中経過写真いくつか撮ったので、ブログにも載せておこうと思います。で、その後に、今度はね、私縦を描いてきましたね。だから定規をこういう風に当てて、定規をこういう風に当てて、2マスごとにピッ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 って引いていくんですよ。2マス引いて2マス開けて、2マス引いて2マス開けてっていう感じ。で、引いていって、それを全体的にやっていく。で、そうすると今度は斜めね。斜めを2マス引いて、さっきからすいません。もう、ちょっと外野でガサガサ言っているので、本当お聞き苦しくて申し訳ないんですけども、はい、2マス引いて、2マス開けて、2マス引いて、2マス開けてっていうパターンになるんですよね。これなんか自分で書いていくと、そういうパターンの繰り返しなんだっていうのが、なんか見えてくるんですよね。で、それがつなぎ合わさっていくと、だんだんこのね、模様がね、この Y の字の部分が浮かび上がってくるという流れになります。はい。ざっくりで本当申し訳ないんですけれども、特に書き方とかお伝えできるわけではないので、私こんな風にここまでやりましたっていうのを、お話しさせていただきました。で、次回は実際にこの斜めの、今回はね、この斜めにしますね。斜めの斜方眼から取ったこの変わり毘沙門亀甲の模様を、晒しに移していくという過程の動画を次回は撮っていこうと思います。なので、差し子に行けるのは3回目の動画からになるのではないかなと思っています。なんとか、方向としては、とにかく布巾として完成させて、これとちょっと並べてみると。はい。っていうのをこれを見た時にやりたかったことなので、そこまで頑張ってやってみようかなと思っています。はい。ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする
励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。